今回は歴代レッドゾーンについて、歴代のカードを6枚厳選してまとめてみました。登場と同時に大きなインパクトを環境に残したクリーチャーで、今でも愛され続けている速攻デッキの代名詞のようなカードです。今回はそんなレッドゾーンの歴史をまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。轟侵略レッドゾーン。まず最初に紹介するのは轟侵略レッドゾーン。コスト8の火の進化クリーチャーですが、なんと侵略という特殊能力を持っています。このカードの侵略条件は火のコマンド。火の種族にコマンドを持つカードが攻撃する際に、手札にあるレッドゾーンを進化させることができます。そして登場すると同時に相手のパワーの一番高いクリーチャーを、こちらが対象を取ることなく破壊することができます。さらに、このクリーチャーはトリプルブレーカーを持っているので、侵略するとただの火のコマンドがいきなりトリプルブレーカーに、事前に削りを入れていたり、コンボをつなげたりすると、一気に相手を引き倒すことができるのです。この圧倒的攻撃力と、シンプルに相手を攻撃するデッキという点、そして何より、使用者の赤城山バサラのかっこよさが相まり、競技シーン人気、子供人気ともに高くなっていました。最近の環境でも、純粋な速度や攻撃力から一定の勝率がありますが、アポロヌスのデッキに採用されているのをよく見ます。このデッキのレッドゾーンはメイン攻撃手段ではなく、相手のクリーチャーを破壊するためだけの礎のような扱いです。環境入りしてはいるけれど、正しい使い方とは言いにくい。レッドゾーンファンとしてはなかなか複雑です。熱き侵略レッドゾーン Z。続いて紹介するのは熱き侵略レッドゾーン Z。こちらのカードは先ほどのレッドゾーンの調整版です。このクリーチャーは、侵略条件こそレッドゾーンと同じですが、クリーチャー破壊効果はなくなっています。その代わり、進化ではないクリーチャーに侵略した際、相手のシールドを1枚選んで、それを墓地に送ることができます。この地味な1枚焼却がとてつもなく強力な時があり、この1枚がシールドトリガーやガードストライクだった場合、相手の防御を突破することができるのです。レッドゾーン使いの人はこの1枚の重みを理解できるでしょう。レッドゾーンデッキは攻撃力が非常に高いとはいえ、その攻撃力の高さは速度に依存したものであるため、ヘブンズゲートなどのカウンター性能の高いトリガーを踏むと、その時点で負けが確定してしまうようなこともあります。その可能性をわずかでも叩き落とすことは、勝利につながります。それに、こうして相手のシールドトリガーを落とした瞬間は、何にも形容しがたい圧倒的な快感が訪れるものです。レッドゾーン使いは常にスリルと隣り合わせで戦っているので、こうした奇跡を起こすのはすごく興奮するのです。そんなレッドゾーン Z ですが、一時期レッドゾーンが猛威を振るい、見事殿堂入りに指定されました。正直環境的には帰ってきても何も不思議じゃないカードなので、どこかのタイミングで環境に復権してほしいものです。S 級ゾンビデッドゾーン。続いて紹介するのは S 級ゾンビデッドゾーン。このカードはレッドゾーンがゾンビの力を注入され、強制的に闇文明にさせられたクリーチャーです。その性能についてですが、基本スペックは、初代レッドゾーンと同じものになっています。しかし、決定的な違いが一つあります。それが、S 級侵略不死という特殊な侵略です。今までの侵略は手札からしか侵略できませんでしたが、なんと墓地からも侵略できるようになったのです。侵略条件が闇のコマンドになったので、全体的なスピードはやや遅めになっていますが、相手をコントロールする少し遅めのデッキには採用が検討されます。特に、このコントロールという戦い方は、このカードが墓地から侵略できることとよく噛み合っています。コントロールデッキの速度なら、たとえ一度場に出しても、相手から除去を食らって場から離れてしまうことが多いです。ですがこのカードは墓地から蘇ってくることができるので、何度でも登場して相手を攻撃することができます。しかもこのカードは登場時に相手1体をマイナス9000するので、生半可なクリーチャーでは無理やり突破されてしまいます。そして相手のクリーチャーを除去しつつ、手札破壊や盤面展開を繰り返していき、相手に圧をかけつつ一斉攻撃でフィニッシュすることができます。ちなみにこのデッドゾーンを利用したデッキは、後にデッドダムドという最強カードを引っ提げて帰ってきて、そのデッドダムドは今でもデッキに数枚刺さっていることが多い、超絶汎用カードとなっています。とはいえ、デッドゾーンのマイナス効果は、エクストライフやスター進化を貫通する特性があるので、一概にもう使えないと言い切ることはできません。もしかしたらひょんなことから環境に復帰するかもしれませんね。禁断の豪速レッドゾーン X。続いて紹介するのはレッドゾーン X。こちらは人闇のレッドゾーンで、
ドキンダム X の力の一発を受け取った姿です。このクリーチャーの侵略は、S 級侵略豪速、墓地、手札、バトルゾーンから侵略できるという、器用性の塊のような効果をしたレッドゾーンです。このカードは他のレッドゾーンとは違い、ダブルブレイカーでありながら、シールド焼却も持っていません。ですが、その侵略時能力が非常に強力になっていまして、相手のクリーチャーを1体封印することができるのです。この封印という効果がどういうものかというと、山札の上から1枚をクリーチャーの上に裏向きに置き、そのカードを封印と言い、それが載っている状態を、クリーチャーが封印されている、と言います。封印されているクリーチャーはないものとして扱われ、この封印を外すには、そのカードと同じ文明を持っている、コマンドを持つクリーチャーを場に出す必要があります。こうすることで封印のカードが墓地に送られ、封印が解ける、という仕組みになっています。ですが、逆に言えばコマンドが全然入っていないデッキや、無色のカードを多く使うデッキに対しては強く刺さり、場合によっては完封することも可能になります。そんなレッドゾーン X が、手札からだけならまだしも、墓地からも侵略してきて、なんなら盤面を反復横跳びする。それがいかに恐ろしいか、想像するのはたやすいです。封印というギミックの強さを最大限活かしたカードでした。轟く覚醒レッドゾーンバスター。次に紹介するのはレッドゾーンバスターです。こちらは超次元ゾーンに置くカードで、光文明です。その効果ですが、P 侵略という能力を持っていて、光の、サイキック以外のクリーチャーが攻撃する際に、超次元ゾーンから場に出して進化することができます。そして登場時に手札を1枚超次元ゾーンに置き、相手のパワーが一番大きいクリーチャーをタップし、次のターンの開始時にアンタップしなくします。そしてレッドゾーンの名を冠しているだけあって、トリプルブレイカーを持ったカードになっています。このトリプルブレイカーという点が非常に優秀で、光のコマンドという条件さえ満たしてしまえば、超次元ゾーンからいきなりトリプルブレイカーを出すことができます。この超次元ゾーンから出るという点が最も優秀な点で、確かに登場時効果で手札は減ってしまいますが、逆に言えば手札のあらゆるカードを、レッドゾーンのように利用することができるのです。今の段階では活躍できないな、というカードがあっても、それをレッドゾーンバスターに変換して打点を伸ばせますし、超次元ゾーンに置くことで利用することができるカードもあります。とにもかくにも、手札以外の場所から、超次元ゾーン以外の事前準備ゼロでトリプルブレイカーが飛んでくる、そんなカードが弱いわけはないのでした。果てなき侵略レッドゾーンフォーミュラ。最後に紹介するのは果てなき侵略レッドゾーンフォーミュラ。こちらは最新のデュエキング2022で登場したカードです。火のコマンドから侵略するダブルブレイカーで、このクリーチャーの攻撃中に相手はガードストライクが使えません。最近のデッキは受けをガードストライクに頼っている面があり、それを止められることで一気に受け性能を下げられます。レッドゾーンデッキは速度と攻撃力が売りなので、少しでも受け性能を削ることができれば引くことができます。さらに、このクリーチャーは最初の攻撃の終わりに、このクリーチャーをアンタップし、一番上のカードを破壊することができます。こうすることで、相手にダブルブレイクを入れつつ、アンタップして2撃目を叩き込むことができるようになります。その2撃目はレッドゾーンやレッドゾーン Z など、打点が大きいクリーチャーにすることで、もう1体クリーチャーがいればダイレクトアタックまで、一気に駆け抜けることができるのです。この2回攻撃という性能が非常に強力なものになっていて、自分の手札次第では大量にカードを切ることで、勝利、もしくは勝利一歩手前まで近づくことができます。一見手札を多めに切ってしまうことから、息切れを起こしてしまいそうに思えます。しかし、ここで登場するのは進化設計図。少し前に JO 大化というデッキで活躍を見せたカードですが、実はレッドゾーンとも相性がいいカードなのです。特にレッドゾーン F のような2枚目以降の侵略先が、前提条件として必要になってくるデッキでは、進化設計図のような大量回収カードがあることで、デッキの攻撃力を大幅に上昇させることができます。呪文を打つ以上少しテンポロス感は否めませんが、それでもこの呪文を打つ価値はあるかと思います。とはいえ、それはあくまでレッドゾーン F の2回攻撃があるからで、このカードを最大限活かすために進化設計図が利用できます。そのため、通常のレッドゾーンデッキに進化設計図を搭載するのは、あまりいい考えとは言えないでしょう。デッキの相性を考えながら、カードを吟味しましょう。今回は、レッドゾーンについて、小ネタを交えながら紹介してきました。レッドゾーンは今も昔も効果がほぼ変わっておらず、長く愛され続けているカードです。そんなレッドゾーンの新規カードが今でも作られているのは、
ファンからしたらたまらない状況ですね。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。